皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回は JLPT N1 を合格目指すあなたのための、耳でトレーニングしながら日本語を勉強していく動画になってます。今日は、日本語学習の学習者の皆さんに N1 レベルの問題を4問出題します。で、テーマは語彙、文法、読解、敬語のなってて、ただ答えるだけじゃなくて選択肢の単語の意味や使い方もバッチリ解説していくので、耳で覚えて日本語のトレーニングをしていきましょうということで、早速問題に行きたいと思います。問題1、次の文の括弧に入る最も適切な語を一つ選んでください。彼の話はいつもで何を言いたいのかよくわからない。1、緻密。2、散漫。3、飽和。4、矛盾。はい、正解は2番の散漫です。で、解説なんですけど、この散漫っていう意味が、まず注意や集中があちこちに散らばってまとまりがないことを言います。つまりこの文では話に一貫性がなく分かりづらいっていう意味になります。なのでこの彼の話があっちこっち行ったりするんですよ。例で言うと、例えば今日朝ごはん食べたんだけど昨日の夜眠れなくて全然お腹空かなかったんだよね。っていうのも昨日の夜さ、僕バイトの面接があって、で疲れたんだけど課題もやんなきゃいけなくて、で明日から海外旅行だみたいな、こういう感じです。散漫っていうのはいろんな話が散りばめられてる、たまにいますよね、こういう友達。そういう人のことを言います。注意力散漫っていう言葉もよく使いますね。はい、最近流行ってる ADHD っていうのはこの注意力散漫のことです。日本で結構この単語流行ってるんですけど、他の国ではどうなんですかね。もし流行ってたらコメント欄で教えていただいたらありがたいです。で、他の選択肢も見ていきましょう。1番の緻密っていうのはとても細かく正確で計算された様子って言います。ちょっと難しいんで例えばなんですけど、緻密な計画とかよく言います。今日一日の計画が、またじゃあ朝起きてご飯食べて、昼は仕事行って夜は寝ますこれは緻密な計画じゃないですね。とても細かく正確で計算された様子っていう意味なので、今日は朝7時15分に起きて、卵を2個割って、目玉焼きを作ってみたいな、もう朝からもうすんごい緻密に細かく計算されてるっていう意味になってます。で、次、飽和。これ結構科学用語でなかなか一般的に使わないんですけど、使ってなかったんですけど、ここ最近、日本人の間でよく使われるようになってます。ここ最近かわかんないです。僕が最近使い始めたので。で、意味なんですけど、限界まで満たされている状態、飽和って言います。例えばですけど、よく科学とかで本当にこれ科学用語なんですけど、科学用語にするとよくわかんないんだよね。例えば市場が飽和するとか言います。アマゾンで新しく何か出品しようと思ってもライバル多すぎて飽和状態とか、そういう感じでよく使います。で、最後、矛盾。これは知ってる方も多いと思うんですけど、意味は2つのことが食い違って両方が成立しないこと。これもうなんか意味で覚えるより矛盾は矛盾で覚えた方がいい気がします。もうそれ矛盾してるじゃんっていう、なんか頭の中でイメージとして覚えた方がいいと思います。てかこれ言語全部に言えますね。本当に何々は何々何々何々だっていう単語と単語の意味をセットで覚えようとするともうややこしくて言語上達しないっす。もう矛盾はこういうことだ、こういう時に使うよね、だからこんなイメージがあるなみたいな、そういうなんとなくで覚えていた方が言語は絶対上達するんですよ。で、じゃあ例えばこの矛盾の意味なんですけど、彼の証言には矛盾がある。矛盾を今言ってくださいって言われてもむずいんだよな。例えば3分クッキング2時間スペシャルとか、そういう番組のことを矛盾してるって言います。
3分でできるクッキングなのにそれを2時間で見なきゃいけないっていうわけわからない矛盾が生じてますよね。はい、次文法問題2。彼の努力が実を結び成功していればよかった。はい、これは接続詞ですね。ちょっとこれ問題が難しいかもしれないです。分かった人は結構すごいです。答えは2番物をです。何々は物をっていうのは残念な気持ちや不満を表す文法。簡単に言うと何々してくれたらよかったのにというニュアンスですね。この文は努力が報われず成功しなかったことに対して悔しい気持ちや残念さを伝えているので物をがぴったりです。他の選択肢の意味を説明すると何々とはいえっていうのはとは言ってもという逆説の意味になってます。例えば寒いとはいえ今日はコートいらないねっていう感じです。で3番の何々がためにはの目的でやのせいでの固い表現なんで友達同士であまり使わない表現です。ビジネスの場面とかニュースとかそういった場面でよく使われる表現になってます。で例えば成功するがために努力したっていう感じです。最後ところがところか、ところがの誤りところかは逆のことが起きた時に使います。なんでところかっていう単語自体がないというクソ引っ掛け問題ですね。で次3番。まず短い文を読むのでよく聞いてください。それから質問するので筆者が最も伝えたいことは次のうちどれかを1から4番で答えてください。現代社会では効率や生産性が強調されるあまり本来の目的や意味を見失ってしまうことがある。日々の業務に追われる中でなぜこれをしているのかを考える余裕がなくなっているのだ。質問。筆者が最も伝えたいことは次のうちどれですか？ 1. 生産性を高めるには業務を分担すべきだ。2. 忙しい生活は人を成長させる。3. 効率重視の働き方には問題もある。4. 仕事の目的は明確であるべきだ。はい、答え3番の効率重視の働き方には問題もあるです。これはN1 らしからぬ少し簡単なのかなと思います。単語単語の意味は難しいんでまず文が理解できてからのステップになっている、文を大まかにっていうか、理解できるから簡単って言えるんですけど、なんでこれが簡単って思える人は基礎がすごく、強いっていうふうに思います。これの解説なんですけど、文章の中で筆者は効率や生産性を重視しすぎて本来の目的を見失っていると言っています。つまり効率第一の考え方には危うさがあると指摘しているっていうわけです。選択肢の1とか4もパッと見近いんですけど、分担とか明確にすることは本文には明確に書かれてないですよね。選択肢2の成長させるはむしろ逆のニュアンスになっているので、答えは3番になります。でここで言う難しい単語で言うと難しい単語がもうわからないですよね。この N1 レベルになってくると難しい単語っていうものがもうないんじゃないですかね。あとはどれだけ単語を知ってるかの勝負になってくると思うんで、こういった動画で耳鍛えながら実際に話してねアウトプットしながら勉強していきましょう。じゃあ最後の問題、敬語の問題です。次の文の括弧に入れる最も丁寧で自然な表現を選んでください。社長、本日の会議資料をこちらに置きました。1、差し上げて。2、置かれて。3、お持ちして。4、ご用意して。答えこれ4番のご用意してです。
解説です。敬語の問題は正直日本人の大学生とかにも出しても間違える人いるんで、できた人はかなりすごいと思います。で実際この選択肢で見ても僕も結構迷いましたし、迷ってすぐに答えたんですけど、一瞬迷うぐらいのレベルですね。で次解説していくんですけど、ご用意しておきましたは用意するの謙譲語出ました。よくわからない、こういうね、文法的に文法を勉強するのは良くないですよ。なんですけど、そういう風に勉強したい人のために一応流しで解説していきます。ご用意しておきましたは用意するの謙譲語プラス補助動詞何々しておくの形です。自分の行動をへりくだって丁寧に表現していますと。これ簡単に言うと、社長に言葉を言うときは自分はゴミ以下ですと、クソですっていう感じの表現の方法なわけです。へりくだってっていうのはもう社長の真下の下の足元にも及びませんっていう意味合いを込めた言葉がご用意しておきましたです。で用意するっていうのは対等の立場の人に使う言葉。他の選択肢はどうでしょうか。1番の差し上げては物をあげる時の謙譲語です。謙譲語っていうのはさっき言った自分がゴミですで相手が神で自分がゴミの時に使います。例はこれを差し上げます。置かれて、これは相手が置く時の尊敬語ですね。自分がゴミだとは思わなくていいんですけど、相手に対して、尊敬している時に敬語を使う言葉。社長が置かれたはおかしいですね。3番のお持ちしては持ってくるとか持参するの謙譲語です。意味は近いんですけど、これ僕もちょっと一瞬迷って、すぐに、分かったんですけど、資料を持ってきたではなく用意したの方がもう自然です。ご用意いたしましたでも OK です。なんでもう N1 レベルになってくると意味は近いんですけど、どっちかというとこっちの方が自然だよねっていう回答を選ばなきゃいけないので、ここも他の N2N3 と比べて、グレードアップしてる。他とは比べ物にならないぐらい日本語マッチョっていう話になってきますよね。はい、ということで以上、今日の N1 問題でした。どうでしたでしょうか。4問中何問正解できましたか。こういったところをね、マウンティングしながらコメント欄に残しておいてくれたら僕も印象に残りますし、この人すんごい日本語できるんだ、なんか話してみたいなとかなるので、もう大切なのは答えるよりも考える過程と語彙の理解です。このポッドキャストでは毎回ちょっとずつ N1 合格に近づけるような問題をお届けしています。あとは試験勉強をされる方もそうなんですけど、もう僕みたいに日本語ペラペラと母国語のように喋りたいという方向けに、少しレベル高いっていうか普通の日本語話してるだけなんですけど、日常会話できる方ぐらいから力になれる、そんなポッドキャストになってます。なのでぜひ、チャンネル登録と、今日の動画どうだったかという、コメント、それとなんか僕に対しての意見とか悪口とかアンチでも何でもいいんでコメントしていただいたら、嬉しいです。ということで、今日も日本語たくさん聞いて頭パンプアップしたと思うので、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。